うちは昭和3年にあの東京本郷から蒲田の方に引っ越してきて創業いたしました。今年で91年目、1年目になります。で、昔はブルース牛島さんとかラリー吉田さんとかハワイのランチュークラブの方が来られてて、でうちから魚を持ってってハワイの会に出していいとこ取って、でいいとこ取ったトロフィーとか昔でいうリボンですね、青いリボンとか黄色いリボン、赤いリボンとか白いリボン、そういうものをこれ何度取れたよ、フライトとして取れたよっつって持ってきてくれました。だからもう50年ぐらいの昔の話ですけれどもね。Good. Okay. Maybe you could just show some of the trophies or something. Maybe. トロフィーのトロフィーはもう古くなっちゃったけど、例えばこういう総理大臣賞とかの要するに賞状があって、海部さんとか、あとは細川さんとか、あとは村山さんとか、総理大臣賞の賞状があります。これは亡くなった親父がデザインしたデフォルメしたランチューの絵ですね。今うちのトレードマークになっています。この辺は初心者用の金魚が入ってます。今は本当に小学生から本当にお年寄りまでいろんな方が見えて買っています。だから買いやすい価格帯から本当に品評会に出すような魚のグレードまで幅広く扱ってます。今年の東大で来年これで卵を取る予定の魚たちです。一番のメス。Wow.あとお気に入りのオスも。Okay. オスですね。あ、こっちじゃない。あ、ごめんなさい。間違えた。これじゃなかった。これじゃなかった。そうです。見てから。一番のお気に入りのオス。Okay.
元気。なこれ、3歳のオスになります。親ね。親。親。オス。お型がいい。Yeah, tail's awesome. これ3歳のメス。おお、すごい。バクテリアを使いますか？たまに、小引き、小さい子の黒子の時には、水替えがなかなか頻繁にできないので、小さくてね、負担になるから。その時にはバクテリアを使うこともありますけれども、基本バクテリアは使わないです。だけども、うちは苔を生やす飼育をしてるんで、苔自体が浄化作用があったりとか、その苔自体に、自然のね、バクテリアがついて、いくらかの浄化作用が出てるなんて言われることもあります。Okay, and then how? I guess when the Kuro black, how often does he feed? Black baby Wanchu. 黒子はうん。どのぐらいの頻度で食事を与えてますか？これくらいの頻度、だからこれくらい泳ぎ出すと1日に4回から5回ぐらい。Okay. Is there anything else you wanted to talk about? ハワイはやっぱり水温が高いんですけれども、ハワイでランチュウを育てる人に対して、例えば南国で育てる人に対して何かアドバイスありますか？いや、できれば水温は28度以下の方がいいです。摂氏28度以下の方が理想的。で、あまり明るい場所で飼ってると、色が、黒っ子なんかはね、生き物っていうのは全部保護色の、性質があるので、白い明るい入れ物に入れておくと色が変わるときに白ガチサラサに引っ張られてしまう。だから真っ白い魚が多く出たりとか、そういう時は色物が多分すごく明るいんで、苔を生やすとかグリーンのタンクにしてあげると生まれ持った色バランスに仕上がってくるはずです。そうで、色だけじゃなくて高温になると白ガチとか真っ白の魚が出る割合が高くなるっていうことが経験上そういう傾向があるってことが経験上知ってます。夫は小引きがなかなかできなくて全部キープしがちなんですけども、どのように選ぶべきでしょうか？生き物というのは身の危険を感じると子孫を残そうとするので、日本のように四季があると要するに
冬で、じゃあ何が生命の危機かというと、金魚に対しての言えば、冬が生命の危機なんですね。水温が下がってきて、餌があんまし取れない。そうして、暖かくて春になってくると、よし、危機が去ったから、子孫を残そうと思って、卵を持って産むようにする。以前、ハワイのお客様が、50年ぐらい前に来られてた時は、ハワイで1年目は卵を産むんだけど、2年目から卵を産まなくなってしまう。それで、冬の間だけ日本に疎開してきて、冬を越冬させてから、またハワイに持ってって、産卵をして卵を取るということを何年も何年も繰り返していました。だからもしハワイで本当にしっかり定期的に小引きをしたいのであれば、棒でこの水を冷やす機械があるんですけども、それを入れて1ヶ月2ヶ月低温状態で飼うようにして、それで抜いて常温に戻してあげれば、ハワイの気候でも産むようになると思います。実際、タイの、方たちは、そのアイシングマシンというか、その冷える棒を入れて、水温を1、2ヶ月下げてから小引きをしているそうです。あと餌の量なんですけども、どのように調整していくでしょうか。もう餌というのは、水を変えたその日が一番餌食いが良くなって、水替えをする時までどんどんこうフェードアウトして、だんだん餌を食べる量が少なくなるんで、どれくらいの量でどれくらい何グラムあげたらいいって言っても結構それではばらつきがあるので、目安としては1回の量が15分以内に食べきる量ぐらいが適量という目安がいいと思います。だからそれが30分も1時間も残っているようであれば、あげすぎですね。で、1回にどか漬けするよりも、1日であげる量を、回数分けてあげる。1回2回であげないで、それを4回5回に分けてあげた方がいいです。なぜかというと、その満腹状態と飢餓状態を作ってあげる。で、飢餓状態が来ると、次の餌の時に今食べなきゃいけないって金魚が思うので、100しか食べないものが120食べれるようになる。だから逆にそれを切り餌というテクニックなんですけども、餌を切る、インターバルを置く、そういうことをやることによって、トータル的に餌の食べる量が増えるので、大きく育成するのに適しています。南国の場合は水替えをもっと頻度をよくするべきでしょうか。それも頻度はやっぱり汚れたら変えるということですよね。水の水量にもよるし、入っている引数にもよるし、餌の量にもよるし、溶けやすいね、人工飼料なんかだと水が傷むのは早いでしょうから、その辺は適宜、水が傷んだなと思ったらば、変えた方がいいと思います。大体、その目安としてみれば、朝っていうのが、その金魚が一番お腹が空いてて、主人の顔を見ると寄ってくるんですけども、水が古くなってくると、寄ってくるスピードが8割ぐらいになったりとか、7割ぐらいになってくる。そうなったらもう水の替え時ですね。あとはエアレーションのこういう泡が、替えたてだとすぐに弾けて消えるんだけれども、古くなってくると、池の端の方まで行っても、要するに泡が割れずに消えないとか、あとはちょっと少し水の匂いが匂ってくるとか、そうなってきたらば、もう水が古くなってきている証拠です。どうもありがとうございました。とんでもない。ウェルカムでございます。とんでもない。